はこれからこの4畳半の小さなお部屋で暮らし始めるために IKEA で買って集めてきたおすすめのアイテムたちをまとめてバババッとご紹介していきたいと思います。今まで動画を見てくださっている方にとってはこれ見たなっていうものも多いかなと思いますが、まだ動画に載せていないものだったりとか、あと新しく集めてきたものだったりもご紹介するので、ぜひ新生活であったり、あとはこれからお部屋のちょっと雰囲気変えたいなとか、お部屋作りをしている方だったりの参考になればいいなと思います。あとは作業中のお供とかにラジオみたいな感じで聞いていただけたら嬉しいです。それでは私が小さなお部屋のために集めたえりすぐりの IKEA のおすすめ品10個ご紹介していきたいと思います。まずご紹介したい1つ目がこちらのスチール製の棚になります。これはヒュッリスというんですけど、亜鉛メッキスチール製になっているらしく、水気のある場所での使用もできるということなので、バルコニーとかで植物を育てたりするのに使うこともできるんですが、私はこんな感じでお部屋の中の棚として使っています。すごくサイズ感がコンパクトでちょうどいいので、こんな感じで本棚にしてみたり、自分の好きなものを飾る棚に私は今しているんですけれども、やっぱり素材がすごくなんて言うんでしょう、素朴で無機質なので、他のものとの相性もすごくいいですし、シンプルで使いやすいっていうのが、あとやっぱり何より軽くて、もし模様替えをしたいとなった時でも気軽に動かせるっていうのもいいポイントだなと思っています。私は前の家でもこのスチールの大きいバージョンを使っていたんですけど、それはキッチンの奥に棚として置いていたんですが、その時もすごく使い勝手もいいし、シンプルで余計なものがないので、中を自分でカスタマイズできるのがいいなと思って、今回もこのコンパクトなサイズをこの小さな部屋に迎えることにしました。で、次にご紹介したいのが右下にあるこの水色のボックスです。こちらがパンサルタクスという収納ボックスになっています。今ちょっとたまにご質問いただく、これは羽田空港かな、フィンランドに来る直前ではないか、どこだっけ、北海道に旅行に行った時かな、どこかの空港のガチャポンで見つけた醤油差しのお魚キーホルダーです。これは普通に筆箱ペンポーチなんですけど、これとちょっと相性がいいのでここにいつも置いておりますが、以前もお見せしたんですが、このキューブ型の半透明のボックスがとっても可愛くて、以前からこの大きいサイズが気になっていたんですけど、フィンランドの IKEA にはこれの一回り大きいボックス、これぐらいかな、書類とかも入るようなボックスがもう売ってなくて、このサイズしかなくて、泣く泣くこれをゲットしたんですけど、これもすごいサイズ感が可愛くて、中に例えば化粧品とか入れてもいいなって思ってます。で、半透明なので、ちょっと中に入れたものが透けすぎて生活感が出過ぎないのもいいポイントだなと思っています。何より見た目と色が可愛いということで、私はこのお部屋を水色とか白とかシルバーとか、あとちょっと緑とかで、ちょっと可愛らしい牛乳瓶みたいな色味をイメージして集めようと思っていたので、これがそれにぴったりだなと思ってゲットしました。すごく気に入っております。やっぱりこのシェルフもこのボックスもそうですけど、素材の色とか質感っていうのがすごいお部屋の雰囲気に影響するなと思っていて、そういうのをちょっと気にしながら集めたりしていますね。次に3つ目がデスクの上に見えておりますフォルソというデスクランプになります。
これは新しくこの間もう何度目かわからない IKEA に行って買ってきたものになります。私が選んだのはニッケルメッキっていう色になるんですけれども、他にも白だったり黒だったりがフィンランドの方にもあったんですが、あと日本だとゴールドっぽい色があるのかな、黄金色っていう色もあるんですが、私はこのお部屋のこの背景が結構真っ白だったので、白だと割とそこに溶け込んでしまうかなっていうのがあったので、ちょっとだけ存在感のあるデスクランプが欲しかったので、今回このニッケルメッキの色を選びました。ちょっと待って、ここの上にこれも IKEA で買ったスマホ立てが乗っけたままになったらすいません。こんな感じで置いてご飯を食べる時にアニメを見たりしながら使っているので、置きっぱなしになってたんですけど、キーホルダーにもなるのでこれもおすすめです。でこのサイズというか、どこに光を当てたいかっていうのが首の角度とかで調整ができるし、移動が結構フレキシブルに可動域があるので、すごく小さな机なんですけど、割とデスクで仕事をしたりする人にはぴったりのランプなんじゃないかなと思います。何より見た目がすごく可愛いのでおすすめです。何かこの上に置物を飾ったりとか、あとこういうキーホルダーとかをここにガシャンとこんな感じでつけるのも可愛いなと思っております。あとね、なんか自分の目標みたいなとか、あと願い事とかを書いて短冊みたいにしてここに吊るすのもすごいやりたいなと思っていることです。で次4つ目がこちらのオレンジの椅子です。これはフィンランドの IKEA だとちょっと名前が違かったんですが、日本の IKEA で検索したらサンドスベリという商品にヒットしました。でこの椅子はお値段が日本の価格だと3000円とかなりお手頃な価格なのに、このデザイン性とあとクッション性もあるので、長く座っていてもそんなにお尻が痛いなと感じることもなく、とっても気に入っている椅子になります。私のお部屋の色味、青と白とシルバー、あとちょっと緑とか寒色系とか柔らかい色に差し色としてこういうオレンジだけど、そんなパキッとしたオレンジじゃなくって、ちょっとなんて言うんでしょう、茶色が混ざったような柔らかいエンジ色っていうんですかね、柔らかい色味なので、すごくお部屋に馴染んでくれてとっても気に入っています。形もコロンとしていて可愛いです。お次にご紹介するのがこちらのベッドになります。でこのベッドフレームはフィンランドの方ではネイデンっていう商品だったんですけど、ちょっとこの木製のものが日本の IKEA で同じものを見つけることができなくって、ただちょっと私が本当に欲しかったものはこちらのベベルスタードっていうベッドフレーム 90×200cm のシンプルな本当ホワイトのベッドフレームで一番安くてお手頃なものになっていて、もうそれで十分だなと思ったので、私はベベルスタードが欲しかったんですが、残念ながらフィンランドの方の IKEA にはそれが売っていなかったので、次にお手頃でこの木の感じのフレームも可愛いなと思ってこのネイデンを選びました。ただね、もしお手頃なものを探している方はベベルスタードでも十分かなと思います。で、おすすめの5つ目がこのベッドの、私はシーツがとっても気に入っております。ブレードベクラレです。で日本の IKEA の方で今私が使っているこのシングルサイズの
このシーツが見つからなかったので、もしかしたら製造が終了してしまって在庫が切れてしまっている可能性もあるんですが、ただ IKEA の今ベッドシーツ、掛け布団カバーと枕カバーのセットだったんですけど、他にもいっぱい可愛いのがあったので、エークタンドビンゲっていう緑と白のチェックのやつとか、水色の色とか、あと格子状のチェックの柄とか、すごい可愛いのがいっぱいあったので、いろんな組み合わせ、下のベッドマットシーツはちょっと色を変えてみたりとか、柄を変えてみたりとか、そんな感じで IKEA の可愛いシーツを組み合わせてみるのもすごく楽しいだろうなと思っています。で、今ちょうどベッド周りのご紹介をしたので、こちらも合わせて、この今見えておりますこちらのモンステラと、あとさっきのシェルフの方にあった上のポトスも、どちらも IKEA で購入したものになります。フェイクじゃなくってリアルグリーンなので、毎日水をやったりして、あそこにちょうど薄く見えているのが新しい葉っぱになります。こんな感じで新しい葉っぱがニョキニョキと生えてくるのを見たりするのが毎日楽しいので、ぜひIKEA に行ったら多分ブースをブワーって回って一番最後にグリーンのお部屋が来るかなと思うので、そこで自分のお気に入りの植物たちを探してみるのもいいかなと思います。私はね、あと1個日本で一緒に住んでいたガジュマルがちょっと忘れられなくって、ガジュマルだったり、あとパキラっていうんですかね、木の幹木っぽい感じの植物をもう1個だけどこかに迎えたいなと思っている最近です。6つ目がこちらのトーヌムというラグになります。こちらも以前ちょっと動画でご紹介したかなと思うんですが、60×90cm のラグになっていて、でこれが IKEA のテキスタイルの生産工程で余った布から手織りをしたラグになっているので、廃材を利用して作られているっていう部分と、あと全部そういう色合いだったり雰囲気が異なるので、自分好みの一枚に出会う楽しさもあるので、ぜひぜひちょっと他にある既製の同じような柄のものでちょっと違うなっていう方は、トーヌムのそのカゴの中に行くと本当にいろんな色味だったり雰囲気のものがゴロゴロと眠っているので、その中から自分のお部屋の雰囲気に合う色の組み合わせのものだったり柄のものを掘り出してみるのも楽しいと思うのでおすすめです。私は見えるかな、私はこの水色と白とあとちょっと黒みたいな感じで、やっぱり牛乳チックな色味のものを探してこれにしました。でもやっぱり他のやつは全然違くて、ピンクだったりオレンジだったりお花柄だったりも混ざっているようなカラフルなものが結構多かったりするので、ぜひぜひ気になる方は探しに行ってみてください。値段も1000円いかない、ちょうど1000円ぐらいとってもお手頃になっています。でこれだけだとちょっと薄すぎるので、ただ結構重たいんですけど、ちょっと滑り止めとかがついていないので、私はこれもIKEA で買いました。これがストップという滑り止め下敷きになっています。結構サイズが67.5×200cm ということで結構大きいので、全然これ使ってもまだまだいっぱい余るぐらいあるので、1個あると重宝するかなと思います。7つ目がこちらの今お部屋の真ん中にドーンと鎮座しておりますグルスーダレというペンダントランプシェードになります。こちらが素材が紙でできているので、この紙を通した柔らかい印象の光が
部屋に広がって、すごくこう部屋の真ん中にお月様があるみたいな優しい気持ちになれるので、とっても気に入っております。でサイズも割と45センチだったと思うんですけど、この小さな4畳半のお部屋にぴったりで、割とこう高めよりもちょっと低めに頭つかないぐらいで吊るすのが割と気に入っております。夜寝る時にこう部屋の中からこのランプを、ぼんぼりを見上げるのが好きです。多分本当にぼんぼりっていう感じですね。和紙製のハンドメイドのランプシェードなので、一つ一つ多分手で貼り付けて、和紙を貼り付けて製造されているんだと思います。にしても安いですよね。そんな手間のかかる商品だと思うのに、これで今このシェードだけで499円で、この吊るしてあるのとこの電気のソケットはまた別なんですよ。電気のコードはおそらくハーブスユープの白を、ホワイトを私は使っております。で電球も同じく IKEA のものを買っていて、結構フィンランドは冬が本当に暗い、特に11月が雪が降らないのに寒くて暗くて、割とうつうつとした気持ちになりやすいということで、ちょっとそれを回避したいということで、明るめの4畳半なんですけど、1521だったかな、1500ルーメンぐらいの明るさのものを選んで、今あそこにつけております。ちょうどいい明るさだなと私は思っています。夜はあれを使わずにこうデスクライトだったり、あとこれからちょっと来るベッドサイドランプを使ったりして、間接照明でお部屋の明かりをちょっと暗くして楽しんでおります。次が8つ目です。8つ目はこの今見えている入り口入って左手にある大きな棚の中に入っているものなんですけど、ちょっと中全然お見せできる状態ではまだないので、ちょっと物だけ出したので、こちらですね。こちらが仕分けボックスのスクープになります。スクープのボックス6点セットで、この種類が全部もう1個ずつある感じです。で6点セットなんですけど、それでちょうど1000円ぐらいで、こういう仕分けボックスってあると本当に便利で、私は割と日本にいる時もその押し入れの中にクローゼットというか棚を入れたり、引き出し、衣装ケースを入れたりしていたので、その中のものを整理するためにこういうのも使ってもすごくいいなって思っております。で私はこういうところに下着とか靴下とか分けてこの棚の中を収納しているんですが、結構これも軽くて、で中が不織布みたいになってるのでお洋服入れてもいいし、そういった小物類を整理するものにも使えるなと思って、とってもおすすめです。こういうのがあるのとないのとじゃ本当に毎日洋服をこうピックする時のストレスが全然違うので、ぜひ衣装ケースの中がちょっとごちゃつきがちなんだよなっていう方は、こういうものも活用してみるのも、もしかしたら日々のそういう小さな小さなストレスの解消になるかなと思いますので、ぜひぜひ見てみるのもいいかもしれません。私はこれとっても重宝していて、日本に帰ってもゲットしたいなと思っているものの一つです。で最後にご紹介したいのがこのキッチングッズたちです。まずこのコップ2つがセットになっていまして、ピッグオールというマグカップの2つセットです。すごく色味も形もコロンとしていて可愛くて、それでいてやっぱり IKEA の食器とっても分厚くて頑丈なので、すごくタフに使い続けられるなっていうのがあって、お中の色味だったりとかもどっちも色がちょっとバイカラーになっていて可愛いです。お値段もお手頃で、こんなに頑丈でデザインも可愛いものが手に入るなんてさすが IKEA っていう感じなんですが、結構たっぷりとした容量
になっているので、容量 30cl ってなんだろう30cl 結構たっぷりと本当に飲み物も入るので、毎朝コーヒーを飲む方だったりとか、カフェラテとか飲む方、お茶を飲む方、ぜひぜひおすすめです。そう、電子レンジも使えるし、もちろん食洗機も使えるということで、かなりタフな作りになっています。この色が本当に、色と形が可愛いですよね。今 IKEA 本当にすごいなと思って重宝しております。これは共用のものになるんですが、みんなで IKEA に行った時に買ってきたものの中ですごくいいなと思ったので、今回ご紹介しました。合わせてこちらがキッチンタオルになります。これはリンニングっていうキッチンクロスになっています。で、4つ入りなんですけど、今ちょうど使っているものがこの格子状のものになるので、全部で4つ、いろんなチェック柄が2つと、あとストライプ柄があるんですが、この色味が絶妙で本当にキッチンにこう畳んでかけておくだけで絵になるというか、私もこのキッチンクロスをこう目印にしてキッチンのシーンは動画を撮ったり、あのキッチンクロス可愛いから入れようっていう風になったりっていう風に、ちょっと生活のアクセントになるようなキッチンクロスでもこう他も邪魔しないし、他のこういう食器たちとの相性もとってもいいので、この IKEA のキッチンクロスはとってもおすすめです。ダークグレーっていうこう黒すぎず淡すぎずっていう色合いもすごく気に入っております。で、この布の質感もすごい水をねこう柔らかく吸い取ってくれるようなものになっているので、何回かこれはもう洗っていて柔らかい風合いになってるんですが、こういう布の質感も気に入っております。以上の10個のものたちが、私がこの4畳半の小さなお部屋で暮らすために IKEA で集めてきたお気に入りのものたちになります。ぜひこれからお部屋作りをしていきたいなと思っている方だったり、あとは今住んでいる暮らしているお部屋をちょっと変えてみたいな、雰囲気を変えてみたいなと思っている方のこう参考になれたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら高評価だったりコメント、あとチャンネル登録をしてくださると、こう皆様の足跡が動画作りの励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは自分が心地いいなと感じるお部屋作り楽しんでいきましょう。